はい、どうも、浦安です。今日はですね、デスクの改造をしていきたいと思います。こちらね、今使っている作業デスクがですね、自分のメインデスクになるんですけれども、自分今ね、デスクトップ PC を使っているんですが、ただね、机の上にはそれを置いておりません。もう机の上にはね、物をあんまり置かずに、作業スペースとして広く使いたかったので、置いてないんですよ。はい。で、どこに置いてるかっていうと、隣に設置しているラックの方にね、デスクトップ PC 本体は設置してあるんですけれども、今この、すごく見た目もスッキリして、気に入っている配置ではあるんですが、一つだけね、問題がありまして、それが移動ができなくなっちゃったっていうね、ことなんですよね。このデスクの改造の中で、今使っているデスクのフレキシスポットさんの電動昇降式デスクを使っているんですけれども、その純正のキャスターを付けまして、デスクをね、自在に移動できるように改造したんですけれども、このデスクトップ PC が別のラックに置いてあることによって、ケーブルのね、問題で自由にね、移動できなくなっちゃってっていうね、そんな問題が今発生しております。ちょっとね、気分を変えたいとかっていうのがあったりするわけですよ。配置を変えたいとかっていうのがね。そんな時に、便利なキャスターを買ったのに、PC の問題でね、自在に動かせないってなるのはちょっともったいないなと思いまして、で、今日はですね、こちらを購入いたしました。これですね。フレキシスポットさんの PC ラックをね、新たに購入いたしました。これ何かというとね、これ、天板裏に吊り下げて PC をね、収納するラックになっております。これね、もともと存在は知っていたんですけれども、どうしてもやっぱりね、PC とか吊るすってなると、うん十万するパソコンがもし落ちてしまったらどうしようみたいな心配もあって、ちょっと避けてきてたんですけど、とは言っても純正でね、販売されているものではありますし、耐荷重の表記もね、しっかりとされていたので、大丈夫でしょうというところでですね、試しに購入してみました。なので、自分が試してみてどうだったかっていうところもね、皆さんに共有できればなと思っております。で、早速ね、中身ご紹介するんですけど、はい、こんな感じのものになりますね。はい。もう全面ね、金属でかなりね、重厚な作りになっております。やっぱり、このね、PC ラック、いろいろなところから出てはいまして、もうちょっと安いね、ところもあったりしたんですけど、やっぱり高価な PC をね、吊り下げるというところで、ちょっとしっかりとしたものをね、購入したいなと思って、今回はね、フレキシスポットさんのやつを選ばせていただきました。かなりですね、これ自体が重たいですね。重さがだいたいこれだけで5キロぐらいあるみたいです。なんで本当にこれ PC とプラスアルファで支えられるのかっていうところがね、若干不安ではあるんですけれども、ただ、作り自体はすごいしっかりしてます。かなり堅牢に作られてるかなと思っております。で、これがですね、仕組みとしては、この上部のですね、ここがレバーになっておりまして、これを引っ張りながらロックを外して、はい、取れた。こんな感じで、プレートとこの本体の方でね、分けることができます。で、このプレートの方を天板の裏に貼り付けて、というかネジでね、固定して、そこからこのアタッチメントで引っ掛けて吊るすというような仕組みのものになっています。で、PC サイズも結構柔軟に対応しておりまして、横幅はですね、だいたい21センチぐらいまでの大きさに対応しているみたいです。この金具を緩めるとこんな感じでね、幅を調整することができるみたいですね。で、ここが最大21センチという感じです。で、縦もちゃんと調整できて、ここのサイドにあるこのネジを緩めることによって、縦もね、こんな感じで結構伸ばせるね。最大51センチぐらいまではね、高さ伸ばせることができるみたいです。割と大きなミドルケースとかでもね、対応できる感じしますね。最初が 28.5 センチという感じでございます。自分が使ってる今ケースがね、ちっちゃい ITX のケースなんで、こんな高さは全然いらないんですけど、でも、それでも幅が調整できるっていうのは、今後ね、PC ケースを
変更したりとかした時にもちゃんと対応できるんで、これは嬉しいかなと思っております。で、内容物としてはですね、この本体とプラスアルファで、こういった設置するためのネジと、こういった説明書が入っておりました。ネジに関してはですね、だいぶ太い感じのネジになっておりまして、天板の厚みがですね、2センチ以上ないと接続できないので、そこだけね、注意してください。作りはめっちゃシンプルではあるので、そんなね、難しくはないかなとは思っているんですが、やっぱりね、木に穴を開けて、で、固定するっていう形になるので、電動ドライバーとか、電動ドリルとかはね、必須になるかと思いますので、これをね、設置したいよっていう方は、そこのご準備もお忘れないようにお願いします。はい。で、耐荷重はね、15キロあるって書いてあるんで、まあまあね、大丈夫なんじゃないかなと思っております。で、ここのレバーに関してはですね、ここにネジがあって、ちゃんとこのレバーが動かないようにするロック機構もね、ついておりますので、間違ってね、ガシャンとなっちゃうっていうこともないかなと思っております。はい。ではね、早速設置をしていきたいと思います。はい。ということでね、天板に設置してみました。おすすめなのはね、こんな感じでガムテープとかで、マスキングテープとかでね、一回これを仮固定して、その上でこのネジのね、ちゃんと穴を測って、で、そこから一回ドリルで穴を開けてからネジを締めるという、こういうステップがね、失敗しづらくていいんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、取り付ける時の注意事項なんですけど、向きかな？取り付ける時の向き。一応説明書を見る限りではですね、横にこうやって設置するのが正しいっぽいんで、確かにそうだよね。こうやって外せるようにしちゃったら、パソコンがね、ガタッと落ちちゃう可能性があるんで、つけるときはこの横向きに設置するのがいいのかなと思いまして、こちらの向きになるように上の天板は調整してあります。こっち側にこのレバーが来るようにしちゃうとしにくいかなと思ったんで、内側にね、なるようにしています。で、また、ここでね、いろいろと幅を変えたりとかすることも考えていたので、こっち側は動かないように、内側にね、伸びるように向きを調整しました。で、あと、このレバーがですね、反対側にもあるので、このフレキシスポットの足にですね、中央部分にモーターがね、あるんで、こことこのレバーが干渉しないように一応隙間は空けてあります。ここがっちりやりすぎちゃうと、後でね、緩めたりする時とかに大変になっちゃうかもしれなかったんで、少しだけ手前につけてやる感じですね。じゃあ早速 PC を挟み込んでみたいと思います。はい。でね、こちらがですね、今現在私が使っているデスクトップ PC 本体でございます。かなりね、小型軽量のケースではあるんですけれども、それでもね、グラボとかいろいろもろもろパーツを含めていくと9キロぐらいになりますので、結構重たいんですが、まだね、比較的自作 PC の中ではですね、ちっちゃい部類なのかなと思いますので、こちら設置していきたいと思います。ちょっとあれだね。実はこっち側にファンが1個あるんで、実はこっちの方がちょっと出っ張り出てるんですよね。それの影響もあってか、バランス取ろうとすると斜めになっちゃう。でも、しょうがないか。ってことでちょっとね、カメラレンズ用の干渉剤があったので、これを挟み込んで高さ調整してみたいと思います。傾きはあれど、さっきより全然マシだな。若干傾いてますけどね、まだ。とはいえ、この干渉剤でちょっと高さは調整できてるみたいですね。はい、ということでね、設置していきたいと思います。しっかりと金具をかけて、そしてこっち側を引っ掛けると。設置できましたね。で、あとはレバーを固定するためのネジを巻いて、これね、勝手にレバーが開かないように
なりましたね。はい。こんな感じです。ぐらつきはする。ぐらつきはしますね。怖さはあるけど、でも、思った以上に、しっかり固定できてるな。しっかり固定できてますね。そして見た目もいいんじゃないでしょうか。これ思った以上にいいですね。かなり収まりがいい感じがします。これによって、マジでこのデスクどこでも行けるようになりました。ということで早速配置変えてみました。こんな感じでマジで気軽に模様替えできるのがね、神すぎますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、このデスクの改造として、フレキシスポットさんの PC のラックをですね、新しく増設してみました。まあね、思ってた以上にしっかりしてるなとは思います。まあどうしても当たるとね、ぐらつきはあるんですけど、まあそれでも、これぐらいの PC だったらね、しっかりと支えてくれるんじゃないかなと思っております。でこれ長期使用してみて大丈夫かどうかっていうところもね、また改めて報告できればなと思いますが、取り急ぎ設置してみた時の感触としてはですね、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。なんかね、収まりがすげえ良い。自分はとても気に入りました。はい。しばらくはね、こんな感じで、このデスクはね、使っていこうかなと思っております。またね、ちょっと、グラボのアップデートとかもしたいなとは思っているんで、環境のね、アップグレードをどんどんしていきたいと思っているんですけれども、こんな感じでですね、このチャンネルではデスク周りのガジェットだったりとか、あとは撮影機材のご紹介とかしているチャンネルでございます。もしよければですね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またですね、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。